はい、梅田に到着しました。では仕事に行ってきます。はい、ではこれから明日のお弁当を作ろうと思います。お弁当を作り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 ます。たくさんの視聴者の皆さんから夜の間にお弁当を作っておいたら楽だよというアドバイスをいただいたので、今日はそのアドバイスをいただいた通り、そのアドバイス通りに前日の夜に次の明日のお弁当を作りたいと思います。今回作るお弁当のメインは鶏肉です。大さじ1、鶏ガラスープの素、混ぜ込みます。混ぜたらラップをしてレンジで2分50秒温めます。お弁当箱にご飯を詰めていきます。玄米です。ちょっと玄米柔らかく炊きすぎたかもしれません。はい、2分50秒温めた鶏肉をさらにレンジの中で5分温めます。ではソースを作っていきます。生姜を細かく切ります。レモン汁小さじ1、2振り小さじ1、醤油小さじ1です。肉をご飯の上に乗せていきます。上からタレをかけます。最後にネギをのせたら完成です。ではこのお弁当は冷蔵庫で冷やして明日会社に持っていきます。はい、お疲れ様です。昼休みになり職場でお弁当を食べました。美味しかったです。そして気分転換に外に出てきたんですけど暑いですね。
今日はスーパーマーケットで缶詰やパックの食品を買って非常食を夕食にしてみようと思います。携帯だけでいいから。で、こうか。ちょっと待って。はい、今日の夕食はさっきスーパーマーケットで買ってきたこの非常食にもなる缶詰とパックのご飯、おかゆですね。さすがに全部食べるのは多すぎると思うので、シーチキンはまた今度別の料理の時に使おうと思います。パックご飯も3つは多いので、この卵がゆと鮭がゆを食べようと思います。サンマの水煮と
焼き鳥塩レモン味をいただこうと思います。もちろん温めた方が美味しいのですが、このままでも食べれるということなので、このまま温めずに食べてみようと思います。量はちょうどお茶碗1杯分ありますね。ではいただきます。冷えてても普通に食べれて美味しいですね。とても柔らかい。続いてこちら塩レモン味の焼き鳥を開けてみます。こんな感じですね。名前の通り塩味が強くてレモンが効いてます。鶏肉はちょっと固めですが美味しいですね。かなり細かく切られてます。おかゆ食べたいと思います。この酒がゆを食べます。卵がゆはとても美味しかったです。酒がゆはどうでしょうか。はい、酒がゆはこんな感じですね。見た目はあんまり卵がゆと変わらないですね。いってみます。しっかり鮭の味はしますね。塩味も効いていてとても食べやすくて美味しいです。これをメインの備蓄食にしようと思います。安いし美味しいし最高ですね。ごちそうさまでした。ちなみに災害時の備蓄用に普段使っているこのイワシのオリーブオイル漬けとこのサバ缶の缶詰も大量に Amazon で注文しておきました。これだけあれば1週間は生き延びられそうですね。これは非常食ではありませんが、いつも使っているレンジで焼き魚ボックスも日本の Amazon で注文しました。そして水もしっかり備蓄しておこうと思います。というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。今後の大災害に備えて食料と水だけはしっかりと備蓄しておこうと思います。皆さんが災害のために備えているものがありましたらぜひコメントで教えてください。というわけでこの動画が気に入っていただけた方、私を応援してくださる方は高評価、そしてチャンネル登録、配布もよろしくお願いします。私のメンバーシップでは動画の裏話やオフショット写真、そして今後のコラボレーションの予定なども皆さんと共有しておりますので、よろしければ下の概要欄をご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。